今回のテーマはフクロウです。そう、あの夜の森の象徴ですよね。実はこの鳥、ただのハンターというだけじゃなくて、進化の傑作ともいえるすごい能力を持っているんです。でも同時に文化の中では全く逆の顔を持つ深く矛盾した存在でもある。今日はそんなフクロウが持つ壮大なパラドックスにぐっと迫っていきたいと思います。さて、フクロウのこの2つの顔見ていきましょうか。片や知恵の女神に仕える聖なる鳥、そしてもう片方は死を告げる不吉な前鳥。すごいギャップですよね。一体なぜ同じ鳥がある文化では賢さのシンボルとして崇められて、また別の文化では破滅の前触れとしてものすごく恐れられてきたんでしょうか。その両極端なイメージがどこから来たのか、その根っこを探っていきましょう。この謎を解くにはまず何といってもフクロウ自身の体、その驚異的な能力を見ていく必要があります。完全な暗闇の中で獲物を捕らえるって考えてみればとんでもなく難しいことですよね。進化はこの難題に対してもうこれしかないっていうくらい極めて特殊な答えをいくつも用意しました。その驚くべきメカニズムを一つずつじっくり見ていきましょう。まずは印象的なガンです。フクロウの巨大なガンって実は僕たちみたいに丸い玉じゃないんですよ。前後に長い環状ガンっていう特別な形をしているんです。これ眼球を動かせない代わりに、まるでカメラの高性能な望遠レンズみたいにほんのわずかな光も効率よく集めるための進化なんです。しかもその網膜には暗い場所で物を見るための肝体細胞っていう細胞が人間のそうですね、数倍から数十倍っていう信じられないくらいの密度でぎっしり詰まってる。だから星明かりしかないような真っ暗闇でも獲物の姿をはっきりと見ることができるってわけです。でもこの強力なガンには大きな代償があるんです。それは眼球を全く動かせないこと。じゃあどうやって周りを見ているのか。その答えがこの数字。なんと首が270度も回るんです。左右それぞれにですよ。これを可能にしているのが首の骨、頸椎の数。僕たち人間は7個。普通の鳥もだいたい7個なんですけど、フクロウはなんとその倍の14個も持っているんです。この特別な骨格のおかげでほぼ360度真後ろまで見渡せるっていうとんでもない柔軟性を手に入れたんですね。そしてフクロウの顔を特徴づけているこのハート型にも見える平らな部分、顔板っているんですけど、これ単なるデザインじゃないんですよ。実はものすごく高性能な集音装置なんです。硬い羽毛で精密に形作られていて、役割はまさにパラボラアンテナ。周りのどんなに小さな音も集めて一点、つまり耳の穴に正確に送り届けるんです。で、この聴覚システムがなぜそんなに精密なのかというと、多くのフクロウの耳って左右の位置が非対称、つまりちょっとずれてるんです。片方がもう片方より少しだけ高い位置にある。このずれのおかげで音が左右の耳に届くほんのわずかな時間差から水平方向の距離を測って、そして音圧の差から垂直方向、つまり高さを特定できるんです。これによってフクロウは頭の中にいわば3次元の音の地図を作り出せる。だからたとえ雪の下にネズミが隠れていても、その音だけを頼りにピンポイントで位置を突き止められるんです。すごいですよね。そしてフクロウの究極の武器といえばやっぱり無音飛行です。これを可能にしているのが翼に隠されたいわば自然界のステルス技術ともいえる巧妙な3つの仕組みなんです。まず1つ目、翼の前側の縁にあるセレーションっていう櫛みたいなギザギザ。これが空気を細かく切り裂いて風切り音の発生を元から抑えます。次に2つ目、翼の後ろ側の縁にあるフリンジっていう柔らかい房。これが気流を滑らかに整えて空気の渦ができるのを防ぐ。そして最後の仕上げが3つ目、翼の表面全体を覆うビロドみたいなベルベット構造です。これが羽ばたく時にどうしても出てしまう摩擦音を吸収してくれるんです。この完璧な連携プレーでフクロウは獲物に全く気づかれずに忍び寄る完全なる夜の暗殺者になるわけです。さて、ここまでフクロウの驚異的な能力を見てきました。闇を見通す眼、すべてを見渡す首、そして音もなく迫る翼。これらって僕たち人間にはないどこか超自然的な力に感じられますよね。だからこそ昔から人々はフクロウに想像力をかきたてられて、ある種の恐れを抱いてきたんです。ここからはこの生物学的な特別さがどうやって文化的なシンボルになっていって、僕たち人類が自分たちの信じることや逆に恐れていることを映し出す鏡のような存在になっていったのか、その歴史をたどっていきましょう。
フクロウに対するイメージって文化によって本当に光と影みたいにはっきり分かれるんですよ。例えば古代ギリシアでは知恵の女神アテナの使いとしてすごく賢い鳥だと崇められていました。ところがお隣の古代ローマではこれが一転します。鳴き声が聞こえると死者が出るとか、不吉な早々の鳥としてものすごく嫌われていたんです。じゃあ日本ではどうかというと、アイヌの文化では村を守る偉大な神コタンコロカムイと呼ばれて崇まれてきました。そして現代の日本ではフクロウ、苦労がないとかけて幸運のお守りとして人気ですよね。同じ鳥なのに場所と時代が違うだけでここまで見方が変わるっていうのは本当に面白いと思いませんか？ドイツの哲学者ヘーゲルはこんな言葉を残しています。ミネルヴァのフクロウは迫り来るタゴ様に飛び立つ。ミネルヴァっていうのはギリシャ神話のアテナがローマ神話になった時の名前で、もちろん知恵の女神です。これどういうことかというと、一日の騒がしい出来事が全部終わって静かになった夕暮れ時にフクロウがようやく活動を始めるように、本当の知恵とか哲学っていうものも歴史の出来事がすっかり終わった後になって初めてその全体像が見えてくるんだという意味なんですね。フクロウと知恵の関係を見事に言い表した言葉だと思います。そしてこの古代から続くフクロウへの複雑な眼差しは、僕たちが生きる現代社会でまた新しい、そしてかなり深刻なジレンマを生み出しています。フクロウを神聖な野生動物として守るべきだという思いと、その一方であの愛らしい姿を自分のものにしたいという欲望、この2つの気持ちがぶつかり合って保護と商業化っていう大きな矛盾の中で、今フクロウたちは静かに苦しんでいるんです。まずは保護の側面から見てみましょう。野生のフクロウの多くは彼らが住む森が破壊されたり環境が汚染されたりして絶滅の危機にあります。その象徴ともいえるのが日本で一番大きいフクロウ、シマフクロウです。かつては北海道の広い範囲にいたんですが、今ではその数が激減してしまって本当に深刻な絶滅危惧種になってしまいました。なので人工の巣箱をかけたり餌場を整備したりと、国や民間団体が一体となって必死の保護活動が続けられています。でもですね、僕たちが森の奥で必死に彼らの命を守ろうとしているまさにその一方で、僕たちの街の中では全く逆のことが起きているんです。フクロウの神秘的な魅力とか可愛らしさがいつの間にか消費の対象になってしまった。フクロウ風というビジネスや珍しいペットとして飼うという形で、彼らは本来いるべき場所から人間の生活空間へと引きずり込まれているんです。このフクロウカフェの現状を考える上で、行動科学の一つすごく重要で、そして少し悲しい概念を知る必要があります。それが学習性無力感です。これどういうことかというと、動物がどうしても逃げられない強いストレスに何度も何度もさらされ続けると、やがて何をしても無駄だって学習してしまって、抵抗したり逃げようとしたりすること自体をやめてしまう、そういう心理状態のことなんです。文字通り生きることを諦めてしまう状態と言えるかもしれません。ではこの考えをフクロウカフェに当てはめてみましょう。本来フクロウは夜行性ですごく繊細な生き物です。その彼らが昼間明るい光の下で知らない人たちに次から次へと触られながらじーっとおとなしくしている。その姿を見て僕たちは、ああ人懐っこいんだな、穏やかな性格なんだなって思うかもしれません。でもそれって本当なんでしょうか？もしかしたらその静けさは彼らが安心しているからじゃなくて、極度のストレスの中でもう抵抗することを諦めてしまった学習性無力感の表れ、つまり一種の心理的な幸福状態にあるのかもしれないんです。このフクロウをめぐる矛盾は結局僕たち自身にすごく根本的な問いを投げかけてきます。僕たちがフクロウに心を惹かれるとき、本当に愛しているのは一体フクロウの何なんでしょうか？夜の闇を支配する孤高で完璧なハンターとしての決して手の届かない野生の魂なのか、それとも僕たちの手の中に収まって管理できて所有できるようになった安全なシンボルとしてのフクロウなのか。その答えは多分僕たち一人一人の中にあるんだと思います。